東京都渋谷区には226事件慰霊像という観音像があります。ここはかつて陸軍の刑務所があった場所。226事件を引き起こした青年将校たち13名はこの刑務所の北西部、慰霊像があるまさにこの場所で処刑されました。大日本帝国陸軍最初で最後のクーデター226事件とはどのような事件だったのでしょう。226事件を引き起こしたのは陸軍の青年将校たちでした。陸軍の軍人になるためにはまず陸軍士官学校という学校で学ぶ必要があります。その陸軍士官学校を卒業した後に陸軍の中で若手、中堅、ベテランと出世していくのです。今回の動画には主に4人の登場人物が出てきますが、正木甚三郎や荒木貞夫、林千十郎といった人々がベテランにあたり、永田鉄山が中堅にあたります。そして226事件を引き起こした青年将校というのはそれより下の若手の人々、陸軍士官学校を卒業したての青年たちでした。しかし陸軍というのはその名の通り軍隊なので、その下にたくさんの兵士がいます。彼らは軍服を着ているものの、もともとは農民です。当時の農民といえば世界恐慌の煽りを受けて貧しい生活を強いられていた人々。中には生活が立ち行かなくなって娘が身売りをしているような家もあり、貧しい家族を置いて兵役にやってきた人々が大勢いました。青年将校はそのような貧しい農村出身者の隊長を務め、生活を共にし、訓練し、まとめ上げるような仕事をしていたのです。そうなると当然農村のひどい現状を聞きますので、次第に同情を寄せるようになります。我々は兵を教育している。しかし農村が今のままでは安心して戦争に行けない。日本を立て直さなければいけない。そのように考えるようになっていきます。そんな青年将校たちが頼ったのが荒木貞夫です。彼は言葉によって人を引きつける才能の持ち主で、日本を強くしなければならない。正当に政治を任せてはいられない。軍部が主導して政治改革を行おうと主張していました。青年将校たちからすると、荒木貞夫なら今の日本を何とかしてくれるかもしれないという気持ちになります。こうして荒木貞夫は英雄待望のムードに乗じて青年将校たちからの熱狂的な支持を集めていき、ついに陸軍大臣となりました。当時陸軍で最も偉い役職は陸軍省の長官である陸軍大臣、参謀本部の長官である参謀総長、教育総監部の長官である教育総監の3つでした。この中の一つに就任した荒木貞夫は露骨に人事を変更していきます。まずは正木甚三郎を参謀次長に任命。当時の参謀総長は皇族の寛永宮琴仁親王なので実質お飾り、つまり参謀本部の実権は正木甚三郎が握りました。次に林千十郎を教育総監に任命。こうして陸軍三長官は荒木貞夫、正木甚三郎、林千十郎という同じ派閥の人々によって独占されたのです。しかし問題だったのは、荒木は言葉によって人を引きつける才能を持っているだけで政治の才能がなかったことでした。軍備拡張のために予算を要求したものの、その主張が通らずに失敗するなどして政治的能力の低さが浮き彫りになっていきます。そうなると次第に周囲は冷静になっていき、荒木貞夫は急激に人気を失っていきました。こうして青年将校たちは路線を変更。荒木貞夫ではなく正木甚三郎を押し立てて日本を立て直そうとしていきます。この正木甚三郎という人物は先ほどお話しした陸軍士官学校の校長を務めていたという経験もあり、卒業したての青年将校たちからは信頼されている存在でした。こうして人気を失った荒木貞夫は病気を理由に陸軍大臣を辞職。林千十郎が陸軍大臣となり、正木甚三郎が教育総監となりました。ところが正木甚三郎もくせ者で、青年将校たちからの指示を利用して自分の考える改革を進めようとしていきます。そのような正木の言動が天皇やその側近勢力内部で悪い評判を呼び始めました。ここで動いたのが最後の一人、林千十郎です。彼は政治的な流れを読むことがうまい人物だったので、荒木貞夫や正木甚三郎の評判が落ちているという雰囲気を感じ取ります。すると林千十郎は2人から距離を取り始めたのです。これに同調したのが永田鉄山でした。荒木と正木はダメだ、政治力の高い林千十郎につこう、そう考えたのです。この後林千十郎は永田鉄山を軍務局長に起用して、彼と共に荒木や正木の活動を抑えようとしていきます。こうして陸軍は2つに分裂。荒木貞夫、正木甚三郎を中心に
青年将校から支持された勢力と林千十郎、永田鉄山を中心とする勢力に分かれます。これが行動派と統制派です。この2つの勢力はお互いに日本の改革を目指していましたが、その手段が違いました。先ほどお話しした通り、農村の厳しい現状を聞いた青年将校たちはそれに同情し、日本を作り変えなければいけないと思っている。そこで彼らが到達したのは、日本は天皇中心の国である。なのに元老、重臣、政党、財閥などの特権階級が政治を好き勝手にしている。特権階級が天皇と国民を分断しているのだ。武力によって特権階級を排除して天皇と国民を直接つなげるべきだという考えでした。このように考える青年将校たちを利用して日本の改革を行おうとするのが行動派です。対する統制派は、武力による国家改造はダメだ、合法的な手段によって国家改造を行おう、特権階級はむしろ利用すべきだという考えでした。こうして統制派は青年将校らによる過激な運動を弾圧していき、それに行動派が抵抗していくという図式で両者の対立が深まっていきます。そのような中で起きた事件が陸軍士官学校事件です。陸軍士官学校というのは先ほど言った通り陸軍に入るための学校です。この学校に通っている一部の学生たちが青年将校たちに影響を受け、彼らに接近しました。ところがそれを見た別の学生が士官学校の先生にそれを報告すると、先生は逆にそれを利用して学生を送り込み情報収集に当たらせました。そこで青年将校たちが直接行動に出るという計画を話していたのを聞いて、クーデター計画が発覚。その知らせを聞いた統制派は青年将校と学生を逮捕し軍から追い出したのです。しかし実際のところ、直接行動に出るという計画は口先だけのもので、何も準備などはされていませんでした。当然証拠は見つかりません。結局証拠不十分で起訴されず、この一連の流れを受けて青年将校たちは我々を取り締まりたい統制派による陰謀だと主張して運動をさらに過激化させていきます。こうなると統制派はさらに規制を強めなければなりません。ということで考えられたのが、正木甚三郎を教育総監から外すことでした。当然正木はこれに猛反対しましたが、林千十郎は官員の宮に根回ししていたため正木は罷免、渡辺丈太郎が後任に決まりました。ついに行動派は陸軍参長官の役職から締め出されてしまったのです。こうなると行動派は激怒します。特に相沢三郎という人物は正木を崇拝していたためブチギレていました。正木さんを締め出した黒幕は永田鉄山だ、そう考えた相沢三郎は陸軍省に入り込み、白昼堂々永田鉄山を襲って刺し殺したのです。これによって永田は命を落とし、統制派はリーダーを失ってしまいました。しかもこの事件の責任を取って林千十郎は陸軍大臣を辞任。中立的で派閥色が薄いと思われた川島義行が後任の陸軍大臣に就任します。もはや行動派と統制派の激突は避けられないところまで来ています。統制派の人々は永田鉄山を失って激怒しているし、行動派の青年将校たちは相沢さんに続けと考えてますます運動を過激化していきます。こうして青年将校たちは特権階級を暗殺し国家改造を行う計画を立てていき、1500名近くの兵士を率いて反乱を起こすに至るのです。こうして起きたのが226事件です。決起した陸軍青年将校たちの多くは歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、近衛歩兵第3連隊に所属しており、ここから出発して各々の分担場所へと向かっていきます。襲撃は東京の各地でほぼ同時に行われていますので、主要な場所を一つずつ見ていきましょう。まずは首相官邸からです。首相官邸で狙われたのは当時の総理大臣である岡田啓介。武装した300の兵は二手に分かれて侵入し、官邸内部で岡田啓介を捜索します。その過程で岡田の娘婿である松尾伝蔵が青年将校たちに射殺され、顔が似ていたためそのまま岡田を殺したと勘違い。岡田総理本人は首相官邸を逃げ回った末、奇跡的に女中部屋に隠れ仰せており、後に官邸を脱出することに成功しています。それでは場所を移します。内大臣の斉藤誠もこの事件で狙われました。武装した150の兵はここでも二手に分かれて侵入しています。斉藤誠が物音で寝室から出てきたところをピストルと機関銃で射撃。春子夫人は殺すなら私を殺してください
と言って斎藤の体に覆いかぶさりましたが、青年将校たちはそれを引き離して一斉射撃。全身47箇所に弾丸が撃ち込まれ、数十箇所に切り込まれるという残酷な殺し方でした。斎藤誠を殺害した将校たちはその後約30人の兵を引き連れて斎藤誠邸を出発し、渡辺丈太郎邸へと向かっていきます。こうして杉並区に到着した青年将校たちは玄関に向かって機関銃を乱射。朝6時頃の襲撃ということもあり、渡辺はすでに起きて服装を改めていました。警備の憲兵2名が応戦しているうちに裏手から侵入され銃撃戦となり、ピストルで応戦したものの弾を撃ち尽くしてしまった渡辺は機関銃の乱射によって死亡。さらに十数箇所に撃ち込まれた上で切り傷を与えられ、壮絶な最後を遂げました。それでは東京中心部に視点を戻します。江戸城北の丸のすぐ近く、ここには侍従長の官邸があり、鈴木貫太郎が住んでいました。丸腰で反乱軍の前に出て行った鈴木貫太郎は、閣下でありますかと聞かれると、そうだ、私が鈴木だ、なぜこんな騒ぎをしているのか話したらいいじゃないかと冷静に返答。しかし彼らが答えることはなく、閣下、昭和維新のため一命を頂戴いたしますと言ってピストルを撃ち込まれました。撃たれた鈴木が倒れると、青年将校はとどめを刺そうとしましたが、倒れた鈴木のそばに夫人が駆け寄って、それだけはどうかやめてくださいと頼み、青年将校は思いとどまって引き上げていきます。さらに場所を移してみると、赤坂でも事件が起きていました。大蔵大臣の高橋是清、彼も約120名の兵に狙われて命を落としています。高橋是清は2階で寝ていましたが、乱入者は天誅と叫んで布団をまくり上げ、ピストルで高橋を射殺。その上、死んだ高橋を刀で切りつけています。この他に彼らが襲撃したのは内務大臣官邸、陸軍大臣官邸、警視庁、陸軍省及び参謀本部などです。占拠された警視庁は外部との通信を遮断され、警察は一時麻痺状態にされてしまいました。こうして目的を達成した青年将校たちは日本の政治の心臓部、ほとんど全てを占拠。今までにないほど大規模な正規軍による反乱となります。こうして長い夜が明けたものの、この段階で陸軍は青年将校に対する対応を決めきれていませんでした。考えられる対応は大きく分けて3つ。1つ目が反乱軍への同調、2つ目が反乱軍の鎮圧、3つ目がその中間です。この事件を利用して革新運動を一挙に進めたいという考えもあれば、決起部隊を反乱軍とせずに穏便に事を収めたいという考えもあり、これは勝手な行動であり断固鎮圧するという考えもあるという状況でした。こうして陸軍内部は大きな混乱の中、事態の収拾に動いていきます。一方、青年将校たちは占領した陸軍大臣官邸を連絡場所として使っていました。彼らはここで陸軍大臣の川島義行と面会し、特権階級が国民と天皇の間に入って邪魔をしている、特権階級を排除して天皇神聖を実現すると言って決起した理由を説明します。ところが彼らは元老や重臣を殺した後のことは漠然とした計画しか持っておらず、統制派を追放し行動派寄りの内閣を樹立してくれ、この事件をきっかけに昭和維新実現に導いてくれという、いわば他人任せな計画でした。こうして陸軍大臣と青年将校が押し問答を繰り返しているうちに、陸軍の重要人物たちが陸軍大臣官邸に集まってきます。特に重要だったのが正木仁三郎です。正木は到着すると青年将校たちに向かって、とうとうやったか、お前たちの心はよーくわかっとると話しかけます。そのような様子を見て青年将校たちの中には、正木さんが対応してくれるという安心感が広がっていきました。正木はこの事件を利用して行動派の地位を強化しようと考えていたのです。こうして正木は陸軍大臣の川島と会見。こうなったら仕方がないだろう、来るべきものが来たのだと主張して、青年将校の要望を天皇に伝えようじゃないかと言い始めます。こうして正木に押されて川島陸軍大臣は宮中へ参内、天皇に拝謁して青年将校が決起しました。その理由は特権階級を排除して天皇神聖を実現することだそうですと状況を説明しました。しかし川島はそれ以上何も言えなくなります。昭和天皇は事件に激怒しており、反乱軍を速やかに鎮圧するようにと言い渡されたのです。天皇の強い意志に言葉を返せず、川島義行は恐怖退出。青年将校たちの要望を伝えるなんて到底不可能でした。さて、こうなると問題はどうやって青年将校たちを鎮圧するかです。
陸軍は事態の収拾を協議する中で、天皇の名前で帰還命令を出してもらおう、それでダメなら戒厳令を施行という案が出てきます。しかし荒木が、その前に我々にすべきことがある、帰還しろと説得しようと提案。正木がこれを指示したため、まずは説得し、それに応じなかった場合、天皇の命令をいただき戒厳令を敷く、その上で討伐するという方針が決まりました。こうして青年将校への説得が始まります。その方法は陸軍大臣の名前の下で告示を出し、決起した理由は天皇に伝えられている。その行動は国を思う気持ちの表れである。青年将校の真意はよく分かったし、自分たちも賛成である。その線によって努力するから安心して帰還せよと言って説得するというものでした。このような内容が青年将校たちに伝わると、彼らは自分たちの行動が天皇に認められたと感じて喜びます。しかし実際のところ天皇は激怒しており、決して彼らの行動を認めてはいません。この告示によって天皇の考えと青年将校の考えには大きな溝が出来上がってしまい、青年将校たちは事態はうまく進んでいると勘違いして、行動が認められたのだから帰還はしないと主張するようになっていきます。こうなると大変です。帰還を命じて告示を出したつもりが、その告示によって青年将校たちが勢いづいてしまいました。とうとう陸軍上層部は直接会って説得しましたが、荒木が開口一番、君たちが天皇の権力を勝手に使おうとするなら私は断然違う意見であると発言。最初からそのような態度だったので、当然説得がうまくいくはずもなく、青年将校たちは撤退を受け入れませんでした。こうして説得が失敗に終わったことで、ついに戒厳令が敷かれます。戒厳令というのは、戦時または異常な事態が国内に発生した時、立法権、司法権、行政権の全部または一部を軍の支配下に移すことを宣言する命令です。戒厳司令部になったのは軍人会館。その実権を握ったのは石原幹二で、彼の作戦により戒厳司令部は青年将校たちの鎮圧に乗り出していきます。だんだんと情勢は青年将校たちにとって不利になっていきました。昭和天皇は即時鎮圧を何度も強く要求し、陳自ら近衛師団を率い、これが鎮帝に当たらんとさえ発言するほどお怒りの様子。陸軍では統制派の幹部たちが秩序を乱す行動派や青年将校に反感を持っていたし、海軍では斉藤誠、鈴木貫太郎、岡田圭佑という3人の海軍大将を襲撃されたことで反感を持っていました。当時連合艦隊は土佐沖で演習していましたが、事件発生後すぐに電報を入れて東京湾に集結。さらに陸戦隊を芝浦に上陸させ、海軍省の警備に就かせており、もしも陸戦で青年将校たちを鎮圧できなければ、国会議事堂に向かって艦砲射撃を浴びせるという作戦すら立てていたのです。最後の説得も失敗に終わり、ついに昭和天皇は選挙部隊を速やかに所属部隊の隷下に復帰せよという命令を発令。第3段階の討伐が始まりました。天皇の命令は軍人にとって絶対的なもので、これに背くと勅命に背いた逆賊ということにされます。しかし青年将校たちは、先ほど陛下は我々の行動を認めてくださったはず、この命令は偽物ではないかと混乱し、極限の状況の中で基準するか抵抗するか、はたまた自決するのかの決断を迫られていました。周辺の住民には避難命令が出され、2万4000の軍勢が反乱軍を包囲します。包囲軍は戦車を先頭にして少しずつ包囲網を狭めていき、陸軍大臣官邸に突入。戒厳司令部は勅命下る軍機に手向かうなと書いたアドバルーンを上げるとともに、飛行機が下士官兵に次ぐという基準勧告のビラを巻いて、今からでも遅くないと反乱部隊の基準を呼びかけます。さらにラジオ放送なども活用して最後の説得が試みられました。勅令が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対服従をして誠心誠意活動させたのである。この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することになり、逆賊とならなければならぬ。正しいことをしたと信じていたのに、それが間違っていたと知ったならば、いたずらに今までの行きがかりや義理上からいつまでも反抗的態度をとって天皇陛下に背き立てまつり、逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならぬ。今からでも決して遅くないから、直ちに抵抗をやめて軍機のもとに帰帰するようにせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。
お前たちの父兄はもちろんのこと、国民全体もそれを祈っているのである。速やかに現在の意思を捨てて帰ってこい。このような必死の説得により、ついに一発の弾丸も撃たれることなく、反乱軍は続々と帰順。こうして反乱は鎮圧されました。反乱を指導した青年将校17名は逮捕され、非公開で行われた弁護人なしの軍法会議で死刑が決定。この事件をきっかけに陸軍では行動派が没落し、統制派は祝軍という名目で反対派を次々と追放していきます。こうして陸軍が一体になって政策遂行にあたる体制が急速に固められていき、日本は戦争へと向かっていくのでした。